皆さんこんにちは。布施テニスラボ布施俊二です。今日武蔵野ローンテニスクラブからお送りしています。過去5回の動画の中で、フォアハンドの打ち方を、上半身、下半身または肘だったり膝の動き、右足左足というふうに部位ごとに分けて説明をしてきましたけども、今回の動画ではスイングに合わせた、逆にスイングに合わせて体の動きを、説明をさせていただきたいというふうに思っています。少しマニアックな話もさせていただきたいと思いますので、スイングに興味のある方や、テクニック、技術に興味のある方は必見です。では参りましょう。どうぞ。では本題の、フォアハンドのスイングの説明の前に最近ちょっと話題になっています、肘からテイクバックするとか、ラケットを体の前で、操作するっていう話について少し解説をしたいと思います。まずラケットのヘッドを前に向けた打ちたい方向に向けたままテイクバックする選手が最近多いです。ティアフォー選手だとか、ハチャノフ選手なんかも、ラケットが、前を向いていると、ちょっと前の選手ですと立ててテイクバックするのが多かったですけども、最近は結構前を向けて、テイクバックする選手が特に男子の中では多くなっています。でこのなぜ前を向けるかといったことなんですけども、これは強い内旋を得るために、向こう側に打つとして内旋を強く、得ることで今度強い外旋を得るためにまず内旋を強くするという動きというふうに考えてください。これによって強い内旋から強い外旋にラケットを遠心力を使って外旋を入れることができます。この外旋が強ければ強いほどボールへのインパクトは強いインパクトが入るということになります。なので打ち終わった後は、強い外旋から内旋に向かってラケットが振られると、その分強いスピンがかかるということが起きます。それを行うためにラケットを前向けて、ヘッドを前向けて構えるという選手が最近増えてきたということです。またラケットを前で操作するという、話もありますけども、これについては外旋をうまくタイミングよく入れられる人は、ラケットが前にあったとしてもラケットをうまく操作することができるということです。私が、先日の動画でお話をした、ラケットを回すという動きと、やや矛盾しているように聞こえるかもしれませんけども、今回の動画のタオルを使ったドリルやラケットを回すっていうドリルについては、まずはラケットをしっかり、遠心力を得られる位置に置くということが、目的です。この動きができるようになってきたら、例えば肘からテイクバックをするっていう、回し方であったり、手首を中にちょっと折り曲げた、状態でテイクバックすることも可能になってきます。だんだん慣れてくるとラケットを後ろまで持っていかなくても体の前で外旋をさせてボールをヒットすることができるようになります。なのでこれは矛盾ではなく、テクニックを習得する段階の話ということになります。打点を前にするためのドリル、練習方法について紹介したいと思います。ミニテニスで、大丈夫なので、相手も自分を、サービスラインの上ぐらいに立って、ラケットをできるだけ前に出した状態で、ミニテニスをやってみます。
体の中にボールを入れずにしっかり前で捉える練習をしていきましょう。少しぐらいはライジングになっても後ろに下がらずに前でしっかり取る、前で取るっていうふうに頭に入れて、ボールがこういう中に入ってこないように、これの中ですね、前でしっかり前で取る。で少し慣れてきたら外線を入れて打ってみる。それでも打点が中に入らないように。前で前で今のように少し外線を入れながら前で取る練習をしていきましょう。次に打点について、まず打点が遅れてしまうとどういったことになるのかやってみたいと思います。あのようにボールが中に入ってくると、遠心力を使うことができませんので、腕力で打つということになります。次にラケットを前に置いて外線をさせずに打ってみたいと思います。ボールを飛ばすのには結構大変な形になると思います。今のように外線させずに打つということは腕力で、飛ばすしかなくなりますので、ラケットを振るってるっていう感じがあまりないと思います。では打点を前にしてかつ内線から外線を入れて、打ってみます。あのように打点が前で出ると、力をあまり入れずに、ラケットが自然と回転するようなのが分かると思います。では少し非力な方用に、ゆっくりと外線を使って打ってみたいと思います。少し非力な方用に外線を少しだけ入れて、軽く打ってみたいと思います。
軽く打つ場合も少し外線が入った方が、ボールは取っていきやすいです。これはまずタオルで、時計回りのトレーニングをドリルをやっていただいて、慣れてくると前で外線が使えるようになるということになりますので、まずはタオルのドリルから入って、外線と内線の動きっていうのを理解できるようにしていきましょう。次にラケットを前に置いて外線を入れてからヒットするような打ち方をやってみたいと思います。実際ラケットは外線を入れると体の前で外線が入るので、このように腕がちょっと変わった形になりますけども、動画で見ていただければと思います。今のようにラケットは前にありますけども、しっかり腕が外旋することでラケットは体の前で操作することが可能です。それではテイクバックの時にラケットが前を向く、もしくは下を向くようなフォームで打ってみたいと思います。今のように、ラケットを前向けるでテイクバック、ヘッドを下向けてテイクバックすると、かなり大きな内線から大きな外線を得ることができるので、ボールの回転量もかなり増えます。ただ少し、肘や肩、手首への負担も大きいと思いますので、自分の体力、筋力に合わせたフォームを作っていくようにしてください。É difícil me pegar, não tente me dar lapada.